皆さんこんにちは。歌舞伎 YouTuber の電脳和風です。今日は11月の顔見世大歌舞伎初日に来ました。今月は昼の部が4幕、そして夜の部は2幕という一幕見席が少し通常の月とは異なってます。今月もランキングを皆さんにお届けします。さあどうなるでしょうか。楽しみですね。それでは11月歌舞伎座に行ってみましょう。レッツゴー。それでは私のランキングを発表します。私のランキングは3つの観点でつけています。1つ目、私のドーパミンが上がったか、ドキドキしたかワクワクしたか。そして2つ目は私がもう一度見たいかという観点です。そして3つ目は映画国宝を見て歌舞伎座に来られたような、初心者の方にもお勧めしたいかどうかというこの3つの視点からつけています。もちろんどんどん初日から舞台は進化します。そして皆さんのやっぱりライブを見てください。歌舞伎座でぜひ見てください。そして皆さんの見た感想をぜひコメントにお書きください。あくまでも私のランキングは一幕見席の参考です。第3位は夜の部一幕目、当たる年祝いの春駒です。今当たる年祝う春駒が終わりました。いやー華やかで楽しい舞台でした。物語は寿蘇我の対面を舞踊にしたという感じです。舞台がパーッと開くと、こんなに梅が満開で、なおかつ下手側が紅色、そして上手側が白梅、そして真ん中になんと富士山がありました。桜だと分かるんですけど、梅でこんなに明るい舞台はなかなかなかったと思います。そして競りで登場人物が上がってきます。工藤祐経家禄さん、そして小林朝比奈、虎之助さん、そして、大磯の虎米吉さん、キャワイ坂の少将玉太郎さんです。そこに蘇我五郎の万太郎さん、そして蘇我十郎の橋之助さんが花道から登場します。この春駒というのは一年の幸福を祈る芸人ということで、馬の頭をかたどった作り物をつけています。そして踊りを披露すると。物語は寿蘇我の対面と同じなんですけども、自分の親を殺された蘇我十郎、蘇我五郎の兄弟が工藤祐経に仇討ちをしたいと、仇討ちをしたいということで、この芸人に身を変えて乗り込む。で流行る五郎でもそれを止める十郎ということで、結局懐の深い工藤祐経は2人に富士山麓で催される巻狩りの通行手形を与えて終わります。結構それぞれ登場人物の個性がくっきりと際立っていると思います。この小林朝比奈の虎之助さん、滑稽な熊取りをしてますけども、実は動きが妙に切れ味があります。そういう意味ではちょっと体が切れすぎと、もう少し体を大きく太くしてでゆったりしてもいいかなと思いますけども、さすが身体能力の高い虎之助さん、もう指先から動作のスピードからキレキレです。そして大磯の虎米吉さん、実は大磯の虎は十郎と恋仲であるという話もあります。でこの大磯の虎
が踊る時、米吉さんのお父さんの家禄さん、スケスネやってますけども、じーっと、温かい目で、見ているのが印象的でした。そして巨愛坂の少々をやる玉太郎さん、美しい顔立ちなんですけども、なんとなくこの顔の作りが映画国宝の吉沢亮さんに似てると思いました。吉沢さんが曽根崎真珠をやった時の顔に似ているような、ちょっと絶世というか、クールな美女という感じがしました。そして蘇我の十郎をやる橋之助さん、本当は自分の任は五郎なんじゃないかと、力強い五郎じゃないかと言ってます。目をちょっとしょぼしょぼっとさせて、目をクリッとさせるところもあって、十郎のこの、やさ男というか柔らかさを出していたんだと思います。今月が20代最後の歌舞伎出演だそうです。そして万太郎さんの五郎、寿騒の対面でも演じてきたということですけども、もう少しパワフルであってもよかったかなというふうに思います。まだ初日なんでどんどん良くなると思いますけども、まだきちんと五郎を演じているという気がします。もっと、体からにじみ出るパワー、抑えつけられない自分の怒りを表すという面があるともっと良くなると思います。ということで、一つの物語にその五郎十郎の敵以上中将するという力強さと、この蘇我の十郎と大磯の虎のこの恋の口説きもあって、見どころがたっぷりです。最後は本当に綺麗な様式美の見えで終わりました。以上、当たる年祝う春駒、本当にハッピーな舞踊、そして物語でした。そして第2位はごひいき勧進帳、芋洗い勧進帳です。今ごひいき勧進帳、通称芋洗い勧進帳が終わりました。やっとことっちゃうんとこなという言葉も出ましたけども、結構ユーモアたっぷり笑って終わりました。実はこの芋洗い勧進帳、ある方から首を芋のように洗うというところで私は好きじゃないという意見も聞いたことがあるんで、ちょっと初めて見る私も心配になりましたけども、大丈夫でしょう。これはあくまでも、ユーモアたっぷりということで笑ってみてください。そしてハッピーになってください。歌舞伎18番の勧進帳よりも実はこっちの方が先にできているというのも驚きです。私も初めてなんで本当に見たかったです。大きいストーリーは、義経が落ち延びてく、兄の頼朝から疑われて落ち延びてく、その時に裸の関を通ろうとする、山伏のふりをして通ろうとする。でも義経の剛力、これは怪しいと。しかも、疑われてる6人というお触れが回ってるけど、ちょうど6人だというとこで疑われるけども、うまく富樫が逃がしてあげると。そして弁慶が機転を利かせて、この肝心を読む、何も書いてない肝心をさも書いているように、この東大寺復興という目的を読んで通す、そういうストーリーです。実際の勧進帳だと、本当にこの富樫と弁慶のやり取り、
本当にピリピリとヒリヒリとするような緊張感に包まれます。お互い疑う。でも弁慶がこの義経を打ちのめす、主君をそこまで打ちのめしてまで通したいのかという意を感じて富樫は許すというヒリヒリとするような本物の勧進帳、それに対してこの芋洗勧進帳、本当にのどかでした。全体ゆったりしてます。初めて見る方にもおすすめです。まずこの勧進を弁慶が読む、その時に周りがどんどん覗こうとしていく。でも弁慶がパンとこの腰を落として足音を鳴らすとパタッと倒れるコミカルな動きです。そして弁慶がオンオンと泣く。なんと弁慶が泣くんです。でもそれは実は時間稼ぎなんですけども、泣いた後に義経たちがもう十分に遠ざかったと知るや否やパーンと縄を弾き飛ばし暴れ回ります。そして、なんとこの弁慶を捕らえようとする取り手たちの首をポーンポーンと引っこ抜く。そこも全然グロテスクじゃなくて可愛い。なるほど、こうやって首が引き抜かれたところを表すのかというところもぜひ見てみてください。そして最後はそれを大きい桶、水桶に入れてぐらぐらとかき回します。そして舞台転換も見られるというのもなかなかいいと思います。花道で弁慶と取り手たちが戦っている時に転換を見られます。あとこの若い3人がいいですね。弁慶を巳之助さん、そして富樫を橋之助さん、そして義経をなんと慎吾さんがやってます。慎吾さん、この手の傘の持ち方まで綺麗です。ぜひ花道にて見てください。橋之助さん、頭に梅も刺して、紅白の梅も刺していい男です。そしてこのやっぱり何といっても巳之助さん、最近熊騒動がありますけども、全身熊のような、大きい体、そしていがぐり頭に紅熊という、少し古風な腹ごとで立ち回ります。混合付けも振ります。ということでこの若い3人がのびのびと演じるごひいき勧進帳でした。そして栄えある第1位。第1位は三谷歌舞伎ショーマストゴーオン、幕を閉めるなでした。おめでとうございます。今三谷幸喜演出のショーマストゴーオン、幕を閉めるなが終わりました。完全に新作で、もともと三谷さんが東京サンシャインボーイズで初案したショーマストゴーオンを歌舞伎版にアレンジした作品ですけど、やられました。すごかったですね。想像を超えてました。笑い爆笑のオンパレードでした。でもそこにはきちんと歌舞伎の舞台裏、バックステージでどんなことが起きているかということが描かれていました。テーマはこれは義経千本桜の川面法源館、そして大詰めです。先日義経千本桜の通しでこの川面法源館、大詰め、篠切り、ここの場面、團子三番、そして右近三番と
ご覧になった方も多いでしょう。で今日は私の解説は、笑いのところは、話さないようにします。そこはネタバレなしにします。物語としては武田出雲が作ったこの義経千本桜、これを実は自分が作ったことに座元がしてしまう。そしてその座元が武田出雲が見に来るというんで、焦ってその作者の名前を書き換えようとしたりする。でも他にも役者がドタバタでいろいろ引き起こす。さあ武田出雲が見に来た。役者は酔っ払っていたり、または女方の顎が外れたり、または俺はあっちの役がいい、そして小道具を間違えてしまうとか、いろんなことが起きます。さあ果たして最後までできるのかと。途中からまさに舞台裏から表の舞台に大きく回り舞台を使って変わります。そこからいよいよ本番の大詰めの場が始まる。ドタバタのうちに終わるという話でした。その中でいろいろ歌舞伎で起こるかもしれないトラブル、全部で8個描いてました。それは見るとき参考になると思います。一つ目は音楽、楽器を使えない状態が起きる、または新しく新作を作ったと、聴いてくれという音楽。二つ目はこれは役を変えてくれと、俺はあっちがいい、そういうこと実際に本番でもあるそうです。そして3つ目、女を舞台に乗せてもいいのかどうかと。そして4つ目、大道具が使えない、大道具が壊れた、さあどう変えるか。そして5つ目、早変わりをどうやったらうまく活かせることができるのか。また早返りの妙が見られます。そして6つ目、付け打ちがいない、どうする。付け打ちがいないと舞台が閉まらないぞと。そして7つ目、小道具の取り違えがあります。そして8つ目、これは逆に2人で一役をやるというシーンも出てきます。そういうことがあるのかと。最近 A プログラム B プログラムというのもあります。それを一つの舞台であったらどうなるのか、そういうハラハラドキドキの見どころがあります。あと言葉としては、舞台をどうやって時間を短くするか、舞台をどうやってスピーディーにするか、これは小桂方言館の場をなくしたんだというようなところから物語が始まります。あと人形浄瑠璃の顔と役者の顔、どっちが美しいか。あと腰元を見てる人は実はあまりいないんじゃないか。あと若さは体力はある、でも芸に深みがない。でも芸に深みが出てきたところで今度は体力がない。こんな役者の本音かもしれないところがちらちらと出てきます。それをうまくおかしく語っています。そしてこれからが千本桜だという幸四郎さんの狂言作者、そして愛之助さんの座元、そして何といっても映画国宝のパロディの部分もありますけども、鴈治郎さんの頭取、この3人の必死の掛け声で本番が始まります。ぜひ本物の舞台を見てください。いろいろとありますけども、歌舞伎はこういうふうにできてる面もあるかもしれない。でも本当はちゃんと舞台裏きちんとしてるんでしょうけども、いろんな歌舞伎を構成する要素が見ることができました。私も大阪万博で、文楽、落語、そして大衆演劇を1週間させていただきました。そういう意味でやっぱり舞台作りの大変さ、ドタバタさ、いろいろディスパッチを当てていく、いろいろ起きる。でも最後本当に役者が舞台を終えると観客がみんな喜んでくれる、それがとても嬉しかったです。そういう舞台裏
を垣間見ることができました。最後カーテンコール27名役者さん出てきてました。ということでショーマストゴーオンのレポートでした。ショーマストゴーオンでも、幕を閉めるにあたりますけども、まさに大阪の松竹座が閉館しようとしてます。400年の道頓堀の芝居の歴史をつなぎたいということで株主提案をしたいと思います。私だけの株では足りないんで、株主を探してます。よろしければ株主の方にお伝えください。そして株主の方見ていたらぜひご登録ください。一緒にまさにショーマストゴーオン、ステージマストゴーオンということで、この大阪の上方の歌舞伎の伝道も続けましょう。ぜひご登録ください。ということで、1月の歌舞伎座、顔見世大歌舞伎を見てきました。そして私からのお知らせとしては、松竹座閉館に株主提案したいというほかに、11月27日に高木秀樹さん、歌舞伎解説もされる高木秀樹さんの劇場とテレビのこの公演の見方の違いを語っていただきます。そして12月の18日には、これは織田先生、元国立劇場の織田先生に新歌舞伎と、今日も三谷さんのまさに新歌舞伎ですけども、新歌舞伎と国立劇場という話をしていただきます。ぜひ木曜ですけども世田谷文学館でやりますので、よろしければ PTX からお申し込みください。そしてもちろん皆さんいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。 LINE 公式もやって毎週新鮮な情報をお届けしてます。ということで歌舞伎 YouTuber の電脳バフでした。それでは11月の歌舞伎座から失礼します。またお会いしましょう。歌舞伎を楽しみましょう。